ドッスンジャットハズブロマーベルレジェンドスパイダーマンレトロパッケージよりスパイダーショット、ラストスタンドスパイダーマン、そしてスカーレットスパイダー3体の紹介になりますね。ではファットイフスパイダーショットから開けていきましょうかね。このスカーレットスパイダーの以外の2人はこのショットとラストスタンド、なんと言えばいいのかな、いわゆるピーターの可能性の一つ的な感じかな。もうアースなんちゃらって言われてもね全然わからないんですけども、よし、どんな感じでしょうか。おー、渋いな、このカラーかっこいいな。ほほほ、よし、では次にラストスタンドいきましょうか。この時のピーターの中身は中年だったかな、結構年老いたピーターであったような気がしてますけども、よしよいしょよいしょ、おー、かっこいいな。おー、こっちも渋い、かっこいいな。ちょっと胴体の可動がどんな感じなのか気になりますけどもね、こっち置いておいて、ではでは最後にみんな大好き、あいつが俺で俺があいつでベン・ライリーだ。よいしょ。まあ当時はねいろいろ言われましたけど、このキャラクターもね、よし、おー、いやー、これいいな。ちょっと一番好きだなこれ。よし、ではね中身の方すべて取り出していきたいと思います。まずはスパイダーショットから。このキャラが登場するコミック、翻訳版は出てないと思うんですが、出てないですよね。なんで詳しいことは分かりませんが、ざっくり言うと、もしピーターが悪人を殺めることに躊躇しなくなったらという、いわゆるファットイフの世界。そのファットイフの世界のピーターは格闘戦闘技術を訓練しており、さらにスパイダーセンスも強化され、何よりさっきも言った通り人を殺めることに戸惑いないんで、めちゃくちゃ強いんですよね。で、このウェブシューターからは殺傷能力のある弾丸のようなものを射出する描写もある。頭部はスパイダーマンのそれで目の部分が黒く塗装されています。はみ出しとか一切ありませんね。素体の方はもう主流になりつつあるピンレスで、スパイダーマンということもあり非常にシンプルなデザイン。胴体の方の塗装のはみ出しとかも一切ありませんね。で、腰にあるこのポーチは接着されている。次にラストスタンド。これもコミック翻訳版出てないかな。ピーターが見た未来のビジョンに登場し、自分自身の可能性の一つ。だから抽象的な存在ではあるかな。パッと見目を引くのがこの衣装。いつものぴったりスーツじゃなくて、ライダースジャケットのようなものを着用している。襟も立てていてヒロイックな感じ。ズボンも革パンみたいなのを履いていて、近年ではゲームの衣装として登場しているので馴染みはある。頭部は先ほどのショットとは違い、目がいつものスパイディ。冒頭でも言った通り、このピーターは中年で渋くてかっこいいんですよね。そのせいか、どこか憂いを帯びているように見えるのは多分気のせい。素体は完全新造形かな。こちらも肘、膝ともにピンレスで塗り分けが非常に綺麗ですね。手袋の内側までしっかりと塗装されている。わ、これめちゃくちゃかっこいいな。原作でメイおばさんのお墓の前でこの衣装に着替えていたのが印象的。で、その後なんですけど、特殊部隊によって殺されたと思われたんですが、では最後にスカーレット・スパイダーマン。主にスパイダーマンクローンサーガに登場しますね。近年の作品アクロス・ザ・スパイダーバースにも登場していましたね。このデザインも最高でしょう。中の人はピーターのクローンで名前をベン・ライリー、ベンおじさんとメイおばさんの旧姓ライリーを合わせたもの。
有名なキャラクターでマーベルレジェンド化は何度かされているんですけど、注目するのはこのパーカー。原作で博物館にあったものを拝借して自分で袖を破いて着用してこんな造形になっているんですが、原作では破れた感じにはなっていなかったと思うんですよね。ここも描くアーティストさんによって違った時もあると思うんで、これも正解かな。個人的にはバトルダメージっぽくて大好きですね。素体は先ほどのスパイダーショットと同じものと思われる。手首や腰のガジェット部分は原作をきちんと再現されていて、ベルト部分きちんと塗り分けされています。足首のポーチのこの留め具部分も銀でしっかり塗装されていて、細かいんですけど塗装ずれとか一切なし。角範囲行きましょう。先ほども言ったんですけど、このショットとスカーレット・スパイダー、素体がほぼ同じものなので、一部を除いて割愛させていただく。まずは頭部。上へはここまで行けて、下へはここまでですね。後ろにこのように切れ込みがありますね。ぐるりと回って、傾きもこのように取れると。上半身、肩および腕はバタフライ機構があって、これぐらい可動して、横へはここまで行けて、ぐるりと一周回って、二の腕バイセプスあって、肘がここまで回り、手首はこのような可動で、胴体の方は胸と腰で可動軸があって、胸はボールジョイントですね。それを踏まえて、後ろへはここまで行けて、前へはここまで行けて、胸の部分でぐるりと回って傾き取れて、腰での回転はなし。で、スカーレットの胴体はこのパーカーが別パーツではあるものの接着されておるので、ショットよりは可動狭まる。肩バタフライ機構はあるんですが、ショットよりは狭いかな。で、胴体、後ろへはここまで行けて、前はここまで行けて、胸の部分でぐるりと一周できて、傾きもこのように取れます。下半身は股関節に引き出し機構が少し見られる。それを踏まえて、このようにぐるりと一周できて、開脚はここまでかな。で、ももにロール、膝二重で、ここまでで、このすねの部分で回転できて、足首後ろこうで、前はこうで、傾き取れて、接地性もある。スカーレットの方には、つま先可動があります。ラストスタンドの可動範囲、まずは頭部、首の付け根と頭の付け根で接続箇所があって、それを踏まえて、後ろへはこうで、うつむき、こうで、ぐるりと一周できて、このように傾き取れる。上半身、肩および腕、肩にバタフライ機構はなし。横へはこうで、ぐるりと回って、二の腕バイセプスあって、肘がここまでいけますね。で、手首はこのような可動で、胴体の方、接続箇所は腰のみですね。ボールジョイントかな。それを踏まえて、後ろへはこうで、前はここまでで、ぐるりと一周回れて、このように傾きは取れますね。スパイダーマンフィギュアとしてはあまり動かないですけども、原作でもあの頃のスピードはないみたいなこと言われていたので、これはこれでよし。下半身、股関節に引き出し機構とかはなし。前はここまでで、後ろへはここまでかな。ぐるりと一周はできなくないけど、ちょっと怖いかな。ここまでいける。で、股割りはこれぐらいできて、ももにロール、膝が二重でここまでいけて、足首後ろへはこうで、前はここまでかな。ここまでで、このように傾き取れる。付属パーツ、まずはショットのもの。ウェーブ発射手首パーツとグーの握り手がそれぞれ左右分。で、こちらが弾丸射出のエフェクトパーツ。取り付け方は、この指差し手首に穴が開いていますので、そこにこのエフェクトパーツを差し込んであげるだけ。
ラストスタンドの付属パーツはグーの握り手が左右分。こちらも手の内側、しっかりと塗装されています。スカーレットスパイダーの付属パーツはウェブ発射の手首パーツと開き手がそれぞれ左右分。サイズ比較。今回は同じマーベルレジェンドのスパイダーマンで見ていきます。アイアンスパイダーマンとベーシックなスパイダーマン。このスパイダーマンは今回の3体と同シリーズレトロパッケージのスパイダーマン第1弾だったかな。このスパイダーマンも出来いいんですが、今回のはさらに出来良くて進化が伺えますね。どんどん素晴らしくなっている。はい、では終わります。今回もありがとう。バイビー。